今回はファイナルファンタジーピクセルリマスターの3作品の評価レビューを述べていきたいと思います。前提としてファミコン版のみプレイ済みですので、その後のリメイク等はプレイしていないため、リメイク版との比較などはありません。またファミコン版自体も記憶が曖昧なため、ファミコン版との比較も特に述べていません。あくまでファイナルファンタジーピクセルリマスター版、この単体での感想であったり評価レビューとなりますので、あらかじめご了承ください。プレイ時間は1作目がクリアまでだいたい11時間ほどプレイ、2作目3作目は2時間1時間とそれぞれプレイをやっています。このため主に1作目の内容を中心とした評価レビューとなります。プレイは PC 版のためスマホの挙動等は不明です。1作目をプレイし終えた感想としては、ものすごく遊びやすくなっているという印象です。全体マップが気軽に見られるようになっており、特にダンジョン内でも全体を見渡せ、どこに行くかが把握しやすくなっています。もっとも宝箱のありかは分かりやすくなっているものの、扉の中や会話できるキャラクターの場所などの把握はマップ上ではできないため、ダンジョンの探索要素はそのまま楽しめます。オートバトルによる戦闘によって気軽に戦うこともできて、事前に入力しておいたコマンドを引き継いで戦いを続けるため、アイテムで回復効果や魔法効果があるものを使わせておけば、以後はその状態で戦い続けてくれます。マップ上の通常セーブのほか、集団セーブ、そしてオートセーブもあるため、ついうっかりセーブをし忘れても安心です。ゲーム内容としては基本的なコマンド入力型の RPG です。昨今のゲームと違い、キャラクターが音声で喋るわけではないので、テンポよくゲームが進みます。ゲームのボリュームもファミコン時代のゲームだからか短めで比較的短時間でクリアできるため、ストーリーを手軽に堪能できます。敵との遭遇の割合が高く、その頻度を下げるアイテムなどもないため、スムーズな移動ができないことは難点です。過去にプレイした人が思い出とともに再プレイするのも良いのですが、まだ FF の過去作をプレイしていない人もこれを機にプレイするといいタイトルとなってます。音楽は新たに調整されているということです。ファミコン版とは異なり荘厳になっているため、音楽目的だけで買うのもおすすめです。後に紹介するおまけモードでサントラ感覚で聴くことも可能。ここではファミコン版とピクセルリマスター版とでの比較のために、特典としてついてきたサウンドトラックから1曲違いがわかる部分を紹介したいと思います。今流したタイムラプスリミックスバージョンに関しては Steam だとバンドル版のおまけとして入手可能です。それぞれのシリーズで3曲ほど用意されています。音楽にも魅力のあるゲームですが、こうした音楽がゲーム中のおまけモードでいつでも視聴が可能となっています。ゲーム部分をプレイしなくてもゲームのサントラを買う感覚でソフトを手に入れても良いかもしれません。リメイクされた際に追加された音楽も使われているようです。音楽の場所で紹介したサウンドプレイヤーのほか、モンスター図鑑やギャラリーなども用意されています。モンスター図鑑は穴埋めする感覚で楽しめます。出会ったことのない敵を探すのに最適です。Steam では実績達成とも絡んでますので、この辺りを利用して敵の居場所を探ってみてはどうでしょうか。ギャラリーは昔のイラストを見ることができます。美麗なイラストが多数収録されていますので、ぜひ確認してみましょう。サウンドプレイヤーは連続再生の設定もできるため、一通り一気に聞くことが可能です。PC でならウィンドウサイズを小さくして脇に置いておいて流しておくこともできます。今までのファイナルファンタジーの1作目から3作目は様々な機種でリメイクして発売されています。その中で追加された要素は全部が収録されているわけではありません。音楽に関しては追加されて流れていました。この他の要素に関してはプレイしたことがないためここでは割愛します。
オフィシャルサイトでは次のように語られています。オリジナルとなるファミコン版、スーパーファミコン版をベースにそれぞれリニューアルしているよ。シナリオはそのままに、ゲームバランスをいい感じに調整してるんだ。過去の移植で追加された要素は入っていないものもあるけど、今回はギャラリー機能やサウンドプレイヤーとかが充実してるんだってというような Q&K 形式の説明もありましたので、このあたり参考にしてみてください。必ずしも全員がファミコン版のみをプレイしているわけではなく、途中のリメイク版が初の体験の人もいると思います。そうした人からするとない要素というのが残念に感じるかもしれません。個人的な見解ですが、ファミコン版のみをプレイしていた身からすると十分な内容でした。今現在、2021年7月現在、PC とスマホのみで展開されてますが、家庭用版も将来的に出るのでしょう。PC でプレステ4のコントローラーを用いてプレイしていると、ボタンのマークが丸、三角、四角、×とプレステのアイコンで表示されていました。オフィシャルの動画を見ると Xbox でのボタン表記も見えました。基本的に PC でのボタン表記は Xbox が基準となっている中、プレステのボタン表記が出るということは、プレステ系ゲーム機でも今後発売の可能性があると思われます。当然、Nintendo Switch などでの発売も視野に入れていると思われます。長年ファミコン版をプレイしてみたいと思っていましたが、今回ピクセルリマスターという形で発売されて何よりです。個人的にはオリジナル進行みたいなものがあるのですが、このピクセルリマスター版に関しては十分に納得してゲームを堪能できるものでした。家庭用版がいつ出るか分かりませんが、少なくとも4作目から6作目が PC およびスマホで出た後か、その周辺にもう一度ゲーム情報を確認してみましょう。早ければ2022年3月までに発売されるのではないかと思いますので、2021年12月あたりに情報が出るかもしれません。以上です。今回ありがたいことにこのような形でファイナルファンタジー1作目から6作目遊べる機会ができました。今までプレイした方が改めて思い出に浸るのも良いのですが、まだプレイしていない方はぜひこの機会に遊んでみてください。また音楽 CD 代わりにサントラとして活用するのもおすすめです。すでに1作目から3作目ゲーム実況をやってるほか、FF11 とか他の作品もゲーム実況をやってますので、興味ありましたらそれらの動画合わせてご覧いただけたら幸いです。ではでは。